皆さんご機嫌いかがでしょうか。鍋トラベルプレミアムチャンネルへようこそ。今回はですね、2025年ゴールデンウィークに乗ってきた豪華客船クイーンエリザベス号のクルーズの様子をお送りしたいと思います。10日間のですね、ロングクルーズで横浜発、清水、台湾、桐生、那覇の旅となっております。クイーンエリザベス号はですね、2025年で日本発着が一旦最後になりましてですね、最低3年は来ない予定となっております。いや、一体どんな船なんでしょうか。それでは一緒に見ていきましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回ですね、一番最初にびっくりしたのは乗船時間の速さですね。やはり乗船人数が少ないのはですね、こういうところにメリットが出ますね。さあ無事に乗船できました。すごいすごい豪華ですね。やはりですね、今まで乗ったベリッシマやダイヤモンドプリンセスと比べてですね、内装の品の良さがすごく伝わってきますね。それではですね、早速ルームツアー見ていきたいと思います。今日の部屋が5階の508号室ですね。でももう早くも荷物が届いているところもありますね。さあ、この部屋なんでしょうか。ドアオープン。部屋はね、そんなにスペースは広くはないけれども、でもやっぱ格の高さはありますね。内装とか綺麗。あと絵とかもね、さすがクイーンエリザベスですね。質感が高いね。そしてなんとここにはウェルカムシャンパンあります。素敵。で、今回ね、部屋がテラス付き、バルコニー付きか部屋なんですけれども、さあバルコニー出てみましょう。わーお。ここら辺がですね、ティーセットですね。コーヒーとか、あとお茶、あとお菓子もちょっと備え付けでついてますね。で、ドライヤーがあって、この下は冷蔵庫ですね。よいしょ。冷蔵庫は、ジュースとかお酒あるんですけれども、多分ね、これは有料だと思いますね。で、これですね。ミニバーの料金書いてますね。だいたいビールで、缶ビールでですね、1本 6.5 ドルなので、今の日本レートだと約1000円ぐらいですね。で、コンセントは、日本のタイプも使えますね。で、続いてがですね、こちらがトイレと洗面台、ユニットバスっていう感じですかね。こちらトイレ。そうですね、もうお風呂に関しては本当シャワータイプですね。本当最低限の設備っていう感じになってます。まず今ですね、手続き、乗船手続きですね。こっち到着してから何分で入れたんだろうな。だいたい40分45分、1時間かかんないぐらいで乗船までできましたね。非常に前のちょっとベリッシマとかダイヤモンドプリンセスと比べると、やはりすごくスムーズな乗船手続きができたんじゃないかなと思います。ここはやっぱいいとこですね。今ですね、もう早速荷物全部届きまして、だいぶスムーズですね。そしたらですね、この後は防災用のですね、ビデオを視聴する流れですね。
これはもう自分の部屋のテレビで見れます。そして部屋にはですね、クイーンエリザベスの裏側見学ツアーとか、イベントの情報ですとか、あとデイリープログラム、これ多分ね、毎日来るんですよね。いわゆる朝刊みたいな、今日の一日の新聞みたいなのが毎日届きますね。イベントごととか、そんなの書いてます。あとは、これご飯の、レストラン関連ですね。のことが書いてあったりしますね。でですね、あとは船内の、アプリですね。マイボヤージュというものを登録する必要がありますね。さあ、続いてはですね、船内の様子を見ていきたいと思います。で、まず船が、デック A からデック12まであるってことですね。で、船首を A としてですね、真ん中が B で船尾が C という構成になってます。でここグランドロビーはね、ピアノの演奏があったりとか、あとなんていうの、スタッフの方がいたりしますね。でスタッフの方はですね、原則日本語を話せない人が多いですが、数人日本語の対応可能な方もいたのはすごい助かりました。まずですね、ここ1階から見ていきましょう。ここのですね、グランドロビーは、吹き抜けになっていてですね、非常に開放感のある場所となっております。大体ですね、みんな船の中で生活する際には大体この2階から上の部分を使うことが多いんじゃないかなと思いますね。さあ、ここ2階はライブラリー。ここライブラリーはですね、新聞ですとか、あとはですね、船の歴史の資料などを見ることができます。ここはですね、みんなで1枚のパズルを作るみたいなスペースもあってですね、このパズルを作る友達みたいなですね、そういうコミュニティも生まれておりましたね。撮らせていただきましょう。もうね、船の名前の由来ともなっているクイーンエリザベスさん、ロイヤルコートシアター。すごいね。品があるね。私ですね、結構このシアター好きでしたね。この画面の左上とかにですね、出っ張ってる席が見えると思うんですけども、あそこ2、3名が座れる個室になってます。で、ただね、ライブとかやってる時ね、なかなか取れないので、結構ね、席を早めに行って取る必要がありますね。この9階のですね、選手側になりますね。ここはですね、朝7時から夜7時までやっているジムになりますね。もちろん無料で使えます。貴重なですね、運動ができるスペースとなっておりますね。結構ね、大勢の方が使っておりました。なんかイベントあるのかな？フェンシングの体験がある。あ、そうなの？でここはですね、夜は、舞踏会ですとか、あと生演奏ね、生バンド隊が演奏して、それに合わせてみんなで踊ってカジノがあります。ここ公開日はね、だいたい朝10時ぐらいから夜1時ぐらいまでやってますね。ルーレットゲームとか、あとはポーカーとかですね、ブラックジャックがあります。あとはその他にスロットゲームですね。ここで皆さん
朝から夜まで汗を流すわけです。私はですね、だいたい公開日はカジノにおりましたね。そしてこのカジノの裏にあるここの時計台ですね、写真スポットになっておりまして、撮影会とかよくやっておりましたね。あと船内にはですね、高級ブランドのショップですとか、あとはね、なんか化粧品とかかな、結構そういうのもありましたね。こちらカジノの向かいにあるバーですね。素敵な雰囲気で、ここもですね、夜生演奏隊が来まして、素晴らしい歌や演奏ですね、聴きながらお酒を飲むことができます。船内にはですね、4、5箇所ほどですかね、すごく雰囲気のいいバーがあります。基本的にですね、ディナーの時間ってドレスコードがあるので、半袖とかですね、あと半袖は大丈夫かな、シャツなしとか、あとハーフパンツとかだとですね、たまにバーからお断り、ドレスコードでお断り食らいますので、その点だけお気をつけくださいませ。選手側すごい、クイーンエリザベス、ほんとね、夜のね、時間帯の雰囲気もね、結構いいですよ。素敵だ、かっこいい。ここね、バーカウンターとかあったり、うわすげえいいな。ここも飲めるね。10階の選手、いやかっこよ。寒い。さあデック11出てきました。すごいね、周り。ルーフトップデッキ、出てきたんですがね、海が広がってて気持ちいいんですけど、風がですね、強い時は少し肌寒かったですね。ちょっとこの後、トップデッキ見ていきたいと思います。デッキ9階はリドプールがありますね。風もですね、止むとすごく穏やかな雰囲気でございますね。16歳以下の子供ダメですね。多分子供だけだとダメって感じだと思うな。線路がここでこうこの船尾からですね見る景色はですね綺麗ですけど、若干怖かったですね。船尾ですね。うわこれさあ、そしたら9階そのままビュッフェの方行こうかな。さあ次はですね、9階のデック9の内側回っていきましょう。でここね、昼の12時から5時かなはですね、ハンバーガーやホットドッグがです食べれる、場所になってます。今度が9階の選手側ですね。9階の選手側、ガーデンラウンジ。こう椅子とかね、やっぱソファーとかがやっぱ品ありますよね。やっぱ他の船も乗ったんですけれども、やっぱデザインとか座り心地もやっぱこういい贅沢な空間を
楽しめますね。さあこっちがですね、選手側にもプールがありますね最高なチルタイムができる。それとですね、デッキにはクロッケーとですね、ピックルボールを遊べるスペースもあります。船のですね、中はいろいろなイベントがあるんですが、ちょっと一部見ていきたいと思います。こうみんなでですね、ビンゴ大会があったりですとか、あと社交ダンスですね。皆さんですね、社交ダンスを踊ったり、楽しんでいます。で、私ですね、これ斬新だなと思ったのが、これ何やってると思います？これですね、クラブなんですよ。みんなイヤホンで音楽聴いてですね、それぞれ踊っております。あとはシアターではですね、ライブやショーなどもやってますね。いろんなイベントがあるのでですね、長いクルーズも、飽きずに楽しむことができます。すごいね。続いてはですね、ご飯の様子を見ていきたいんですけれども、ね、まず最初はですね、ビュッフェの様子から見ていきたいと思います。ビュッフェはですね、大きく分けて会場が2つあるんですけれども、会場によってですね、バーベキュー系とかですね、ちょっとアジアンテイストとかですね、曜日によって内容が少し変わっております。でもちろん無料でですね、食べ放題ですからね、これは嬉しいですよね。すごいね。ベーコンもあるし、すごい種類多いね。以上。でですね、今まで私 MSC ベリッシマ、あとダイヤモンドプリンセスも乗ったことあるんですが、このビュッフェに関してはですね、ダントツでクイーンエリザベスが美味しかったですね。何が美味しかったっていうと、もちろん味付けとかもそうですが、このお肉のですね、質が高いと思いますね。牛ですとか、豚ですとか鶏とか、お肉あるんですけれども、お肉全般的に美味しかったですね。でただね、ちょっとね、鴨はね、少し匂いが強かったかな。トムヤムクンヌードル。あとおかゆやオートミールもありますね。朝ごはんの味噌汁とご飯嬉しい。このですね、朝ごはんにはですね、味噌汁とか、これ一回飲んじゃおうかな。納豆もありましたね。ただ納豆はね、やっぱね、人気すぐなくなっちゃいますね。とかパン類も多い。パンの種類も多いな。パンの種類すごいね。ベーグルとかもある。とですね、パンとあとデザートもですね、美味しかったですね。でこっちはカットしたフルーツですね。フルーツ一つぐらいあればいいや。なかったら後で取り組む。ちょっとシロップ漬けあります。あとはナッツとかね。すごい。グレープフルーツ美味しそう。グレープフルーツめちゃめちゃ美味しそう。Thank you。ミルクチョコレートだって。オーツミルク。すごい。これがビーフステーキ。これも食べ放題ですからね。すごいよね。これ全部食べ放題メニューだからね。美味しそう。いいよ。
うまい。グー、ヤミ。ますフロントアップショットとは通常は驚いたために誰かが突然何かをしたりいや、ついついね、こう食べ過ぎちゃうので、私はですね、日によっては、こう野菜とお肉だけとかですね、ちょっと糖質を、なくす日も作っておりました。さあ、次はですね、メインレストランと、あと有料レストランの様子を見に行きたいと思います。で、ここですね、メインレストランの会場なんですが、非常にですね、こうデザイン性も高いですし、豪華なですね、雰囲気でご飯を味わうことができます。もちろんですね、ビュッフェよりも料理の質も美味しいです。ただですね、個人的にちょっと残念だったところは、提供スピードが遅いっていうところとですね、あとテーブルの予約がちょっと大変です。なのでね、テーブルの予約はですね、船内のスタッフに頼んだ方がいいかもしれないですね。あとですね、結構今回の、乗られてた方、ご年配の方が多かったんですけれども、ここのメインレストランとかもですね、基本英語でございます。あまり日本語で歩み寄っていただけないのでですね、翻訳ツールなどを、携帯電話などに入れといた方がいいと思いますね。さあ、続いてはですね、有料レストラン、ザ・ベランダでのですね、ステーキ料理になります。で、基本的にはですね、メインレストランや有料レストランはですね、メニューがあって、前菜とこうメインと、3つ4つのこうカテゴリーの中からチョイスして選ぶような感じです。このパンも美味しかった。上ね、シュガーバターでコーティングしているんですがね、パンもね、もちもちでね、美味しかったですね。まずは前菜のクラムチャウダーですね。結構ね、クラムチャウダーね、サイズでかい、これ。結構大きい。焼き方もですね、もちろん選べますし、非常にね、こう、お肉も柔らかいんですけれども、歯触りも良くてですね、こう、お肉感もあって非常に美味しかったです。で、結構量があるのでですね、お腹開けといた方がいいと思いますね。ストロベリーなんとか。デザートも美味しかったですが、このいちごのやつはですね、よくわかりません。続いてはですね、有料レストランのコリアンダーの様子でございます。で、有料レストランはですね、ザ・ベランダのように、専用のレストランがある場合とですね、それ以外はビュッフェの一部分がですね、こう有料レストランのスペースになってます。皆様、お疲れ様です。Okay. On the left, this is the mango chicken skewer. This is green pea samosa. It's a coriander tiger prawn, lamb broth, and vegetable bhaji. Okay, thank you. 全然私英語分かってないですけどね。で、料理はですね、非常にこうスパイスがですね効いていて、なんかスパイスでごまかしてるわけではなくですね、非常に素材の味を引き立てるような美味しさでございました。いただきます。
中は、あ、すごい。フローズン。ベーシックマンゴーフローズン。こちらではですね、前菜からですね、メインとあとデザートを楽しむことができます。で、パスタもですね、種類によるんですが、目の前で、調理してくれるパスタもあってですね、非常に美味しかったですね。Chopped onion, garlic, some seafood. 非常にですね、ビュッフェから有料レストランまでですね、食事に関しては非常に大満足な内容でございました。ごちそうさまでした。さあ、続いてはですね、寄港地ツアーの様子を見に行きましょう。まずですね、最初の寄港地はですね、静岡県の清水市でございました。時間としてはですね、約半日あったんですけれども、正直ですね、清水市で何をしようかと、悩んでいたんですが、どうせならですね、やはり海鮮が食べたいということで、清水樫の市であります宮本商店2号店さんへ行ってまいりました。あ、そうですか。やはりですね、クルーズ船に乗っている時のですね、一つのデメリットとしては美味しい魚が食べれない、刺身が食べれないっていうところなのでですね、非常に美味しくいただきました。新鮮な海鮮もそうなんですが、大きな、穴子の天ぷらですね、それも有名でございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。続いてですね、2カ所目の寄港地は、台湾の桐生でございました。時間としてはですね、もう約1日近くですね、時間があったので、今回はですね、桐生港からタクシーでですね、30分ほどのですね、市街に向かいたいと思います。ですね、西門に到着いたしました。ちょっとこれからですね、少しブラブラして、ご飯食べたいと思います。ハロー。久しぶり。確かに久しぶり。私ですね、この台湾ビールのですね、この18日っていうやつがですね、ビールの中で一番好きなんですよね。すごい美味しいです。いつも台湾行ったら飲みますね。セーム。いや、市場は活気があっていいですね。で、夜はですね、桐生港の近くにですね、夜市があったので、そちらで晩ご飯を食べたいと思います。大好きなやつ。食べたい。夜市はですね、金額も安くて美味しいものが多いのでですね、なんか宝物探しみたいな感じで楽しいですね。美味しそう。いただきます。美味しそう。トロトロの皮にエビと豚肉とパクチー。いいっすね。屋台フード。はい。いや、終始食べっぱなしの台湾でしたね。さあ、続いてはですね、最後の寄港地、沖縄の様子でございます。那覇港からはですね、シャトルバスが出ていたので、まずは国際通りやってまいりました。
まずですね、私はどうしてもですね、沖縄そばが食べたかったので、こちら、県庁前駅近くのですね、三丁目そばさんにお邪魔いたしました。お疲れ様です。到着しました。うまそう。こちらのお店ですね、初めて入ったんですけれども、ものすごい大当たりでございましたね。美味しそう。たまらん。お肉もプルプル。出汁がですね、ものすごく美味しくてですね、麺も美味しいし、またですね、沖縄行ったら食べ行きたいと思います。麺ソーレはい、行きましょう。お腹もいっぱいになりましてですね、次どうしようか迷ったんですが、国際通りからですね、タクシーで30分ぐらいですかね、南城市にあります沖縄ワールドにやってまいりました。すごっ。すげえじゃん。そしてですね、今回の目的は玉泉堂という鍾乳洞になります。すごい。すごいすごい。うわー、すごいね。ここに大うなぎとかいいの？お、すげえ。すごいね。私ですね、鍾乳洞に入るのが初めてでございまして、いや、イメージしていたよりもすごい綺麗でしたね。ここのですね、玉泉洞は約30万年の歳月をかけてですね、自然が作り上げた国内最大級の鍾乳洞となっております。ね。これはすげえよ。すごい水の透明度がですね、すごい透き通っていて綺麗でしたね。ここ玉泉洞はですね、全長5キロもありまして、そのですね、そのうちの約890メートルが観光用として公開されています。いや、なかなか神秘的な世界でですね、すごく楽しかったです。さあ、出口ですね。その他にもですね、ハブ園や、あとはショーが見れる、スペース等もあってですね、楽しむことができました。さあ、沖縄ワールドをですね、後にしまして、最後に来たのは、ステーキ屋駅のですね、東町本店さんへお邪魔いたしました。こちらのですね、お店ではですね、こう部屋は個室になっていて、目の前でですね、素晴らしい成果ですよ。焼いてくれるんですね。だからすごいライブ感のある、目でも美味しいし、実際食べても美味しいという最高なお店でございますね。で、伊勢エビもそうですし、あとはステーキ類ですね、海鮮とお肉両方選んで食べることができます。うわー、美味しそう。まだ。うまい。いや、もう非常に大満足なご飯でございました。ごちそうさまでした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。クイーンエリザベス号クルーズいかがでしたでしょうか。私の総評としてはまず最高でしたね。
やはりビュッフェが美味しいのと、一人当たりの空間の広さ、船内も品があってですね、居心地が良かったです。今後3年ですね、日本発着がないのが寂しいですね。また次回も乗りたいなと思います。楽しめた方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。